こんにちは、とみっちです。ついにキャンピングカーを買いました。9月に注文して10月中旬に納車されました。新車のキャンピングカーは納期が長いことが多いんですが、中古だとすぐに納車できる点が嬉しいです。家族で悩みに悩んでトヨタハイエースベースのロータス RV E スピリットという車種を選びました。ルーフにバンクベッドが乗ってるんでキャブコンに近いバンコンです。今回の動画では納車の日の様子と E スピリットの外装・内装などの紹介をします。ベンチシートからのベッド展開やバンクベッドの様子などを撮影しました。一般道・高速道路での走行の様子、乗り心地などもレビューしていきます。こんなでかい車、自分に運転できるのかなとずっとドキドキしてたんですけど、その様子も含めて動画にしています。キャンピングカーに少しでもご興味あれば最後までお付き合いください。我が家では今年に入ってからキャンピングカー熱が一気に高まりました。特に春くらいからですかね。当初は家族で車中泊できそうな普通車を探していました。国産車、輸入車問わずいろいろ考えて、ポップアップルーフもあったらいいなとか、新車となると高いなと中古車を日々チェックしてました。でもそのうちに車内の居住性やメンテナンスなどを考えると国産商用車ベースがいいのかなと考えるようになりました。まさか自分が商用車に興味が出るようになるとは驚きです。そしてだんだんと欲が出てきて、キャンピングカーとしての設備を持っている車両に興味を持ち始めます。8ナンバーの車ですね。車体の元の形状をそのまま生かしたバンコンや広い居住スペースが魅力となるキャブコンまで、かなりの車種を候補に考えました。前回の動画でもお伝えしたように、キャンピングカーイベントなどにも家族で何回も参加して、どんな車種がいいか、広さがいいか、運転性能はどうなのかといった点をいろんな車を見てめちゃめちゃ考えました。結果、ハイエースベースの E スピリットを選ぶことにしました。やっぱりハイエースは走行性能と広い車内が魅力ということで行き着いてしまう車両なんですね。新しいハイエースベースの車両はかなり高額なので、購入したのは11年落ちの車両です。走行距離は4万8000キロ、総額400万円台です。4駆ではなくて2駆ですね。ミッションは4速オートマです。本当は4駆、そして6速 AT がいいんですが、年式も新しくなってくるので、平気で100万単位で値段が上がっていきます。新車でハイエースのキャブコンを買おうとなると、1000万円を超えてくるような車両も多いです。もう僕は中古一択でした。購入前に一度実車を見に行って、運転してみますかと言ってもらったんですが、怖かったんで後ろに乗せていただき、店長さんに運転してもらいました。乗り心地は悪いだろうなと覚悟していたものの、思っていたよりも快適だったので購入を決意しました。ではいよいよ納車の日の様子を紹介します。楽しみ？楽しみ。初めてのキャンピングカーなんでわからないことだらけだったんですが、店長さんから丁寧に細かく説明してもらいました。さあ、そしていよいよエンジンをかけて出発です。普通のハイエースすら運転したことがないんでビクビクしてます。僕にこんな大きな車が運転できるんでしょうか。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？怖っ。怖っ。じゃあ行きますよ。はい。店長に挨拶をして。怖っ。何キロで出るかな、体感が。スピードは出るね。出るよスピードは出てる気はするけど。いいねいいね。でもやっぱ揺れるね、結構。でも全然深いっていうほど揺れないよ。硬くは硬くないからかえって不快な揺れになるかもしれないよ。そう、ふわふわしてるちょっと。
ちょっと酔っちゃうかもしれない。あとまだちょっとパパのね運転が慣れてないから怖いよね。怖っ。何にもさ言葉が出てこないよ。緊張しちゃって何にも言葉が出てこないよ。とりあえずちょっと知ってる道でよかったね。うんこれ全くわからない道だったらさ、しかもさそんなに流れてないのがかえって安心すうる、ん、バックミラーダメだこれ。ダメだって言ったらあれだけど見づらい。で俺が見ててあげるよ。なんか後ろから来てよとか。煽られてるとか。ビクビクしながらもなんとか運転してます。この車ハイエースのバンではなくワゴンベースなので突き上げはあまり気になりません。もっとトラックみたいな乗り心地を想像してたんですが違ってました。足回りのショックとスタビライザーに社外品が入っているので効果が出ているのかもしれません。コーナーを曲がる際のロールも抑えられているようです。ただ段差を乗り上げた後揺れがなかなか収まらない点が気になってきました。ショックアブソーバーの減衰力を前後ともに14段階で調整できるので今後もう少し強くしてみたいと思います。ハイエースはエンジンが助手席の下にあるので当初音や振動が結構あるのかなと心配でした。なんかここにエンジンが入ってるって感じしないね。意外とわかんないでしょ。この座席の下にあるね。全然気にならないですね。むしろ本当に下にエンジンあるのっていう感じで普通の車と同様に前のボンネットにエンジンが収まっていそうな感覚です。納車後何回か乗って実感したんですがエンジンやミッション、駆動系からじんわり熱が上がってくる感じはありました。夏はちょっと心配ですね。ハイエースのエアコンはガンガン効くんで走行中は大丈夫だと思います。じっくり外装を見てみましょう。この車かっこいいとは言いづらいかもしれませんがキャンピングカーらしい趣があってワクワクします。スライドドアは電動になってます。サイドオーニングがついていて最大で3メートル引き出して使うことができます。外部電源の入力プラグがあるので電源がある場所ではバッテリーを気にせず家電が使えそうです。目立つね。どこ止めたってならないよね。うん。はまった？まだどうやってやるけど。
力いるね。乗った？これ7人乗りになっていて、2列目のシートは前向き後ろ向きを切り替えできます。テーブルは取り外しが可能です。シンク、シャワーホースですね。タンクはこの中に入っていて、給水、排水ともに20リットルずつとなってます。シンクの横に折りたたみ式の拡張テーブルがついてます。これも嬉しいですね。それから換気扇、冷蔵庫がついてます。ここにメインスイッチがついていて、サブバッテリーから電気が供給されます。サブバッテリーの残量はここで見ることができます。サブバッテリーは後席、この座席の下に入ってます。残念なことに鉛バッテリーが1つとなってるんで、最大出力は300ワットとなっています。調理家電などの使用は厳しいですね。新車購入時にはオプションで電子レンジやそれに対応するツインバッテリー1500ワットのインバーターも選べたようですが、残念ながらついていませんでした。今後必要に応じてバッテリー周りを強化するか、ポータブルバッテリーなどを買おうかなと思ってます。照明つけてみましょう。照明はこのメインの蛍光灯とこのような電球の照明が各部についてます。これは僕の方で LED 照明に変えちゃいました。そしてここが憧れだったバンクベッドです。大人2人が余裕で寝られる広さがあります。ラダーもついてますね。バンクベッドには窓があるので外を見ることができます。ここから外の景色を見るのが夢だったんですよね。秘密基地感がたまりません。天井が高いので余裕で立って移動することができます。僕の身長は171センチです。車内で歩けるって快適ですね。天井にベンチレーターがついていて吸排気ができます。暖房は FF ヒーターがついてます。後席はハイエース純正のエアコンがついてますね。ここ冷房しか調整できないの知りませんでした。暖房の調整はなんとここについてました。サブバッテリーでは冷房が使えないので来年の夏にはどうしようかなと思っています。あとテレビと DVD がついてます。そしてここがマルチルームです。マルチルームには容量44リットルのシャワーがついてます。この車にはオプション装備のボイラーがついてないので出てくるのは水だけです。それでも夏場に海に行く際には重宝しそうです。室内からもリアゲート側からも入ることができて、中から鍵をかけることもできます。
今はつけてないですが、防水のカーテンもついてます。ここは濡れたものなどを干しておくのに便利そうです。ここはクローゼットですね。洋服をかけておくことができます。ベッド展開時に使うものなどがここに収納できます。机の足もここにしまえますね。棚がたくさんあって収納は豊富ですね。今更だけどね。運転席は普通のハイエースと同じなので特に紹介できるものはないんですが、納車後 DIY でバックモニター兼ドライブレコーダーと最初についていたバックカメラをナビに接続する作業をしました。この車、居住スペース側の内装がほとんど外せないのでケーブルの取り回しがめちゃめちゃ大変でした。納車後、家族で2回ほど車中泊しました。部屋が移動するっていう感覚がこんなにワクワクするって知らなかったです。平日は仕事があるんで、なかなか撮影や動画編集の時間を確保できないですが、これから車中泊の動画なども撮っていきたいです。何よりも僕は日本という国を40歳過ぎてもまだまだ全然知らないので、これからたくさん回っていきたいです。青春を取り戻すためにこの車と出会ったのかもしれません。キャンピングカーのことを勉強しながらこれからステップアップしていきたいと思ってます。よかったらまた見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。